こんにちは。ゼロから行政書士第49回です。前回は契約に共通する契約総論を学びました。契約の成立や総務契約の仕組みを整理しました。今回はその具体的な場面に入っていきます。テーマは売買と契約不適合責任です。売買は試験でも最もよく問われる契約です。買ったものに問題があったとき、どうなるのでしょうか。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、手付とその働きです。手付とは、契約の時に渡すお金のことです。二つ目は、買主の契約不適合責任です。引き渡されたものに問題があった場合の責任です。家主がどんな手段を取れるのかを見ます。三つ目は、贈与と交換です。無償で物を与える契約の要点を確かめます。それでは早速始めましょう。はじめに、売買という契約を確かめます。売買は、買主が財産を相手に移す契約です。そして、買主がその代金を支払います。円出しと代金が向かい合う総務契約です。対価をやり取りする有償契約でもあります。合意だけで成立する諾成契約でもあります。売買は契約の代表格と言える存在です。そのルールは他の有償契約にも準用されます。まずこの位置づけを押さえておきましょう。次に手付を学びます。手付とは契約の時に家主が渡すお金です。例えば不動産の売買でよく使われます。手付にはいくつかの意味があります。特に定めがなければ解約手付として扱われます。解約手付は契約を解除できる手付です。渡した手付は後で代金の一部に充てられます。まずはこの解約手付を中心に見ていきます。解約手付による解除の仕組みを見ます。まず、管日から解除する場合を考えます。ない主は渡した手付を放棄すれば解除できます。次に、買主から解除する場合です。買主は手付の倍額を現実に提供して解除します。ただし、いつでもできるわけではありません。相手が契約の履行に着手した後は解除できません。相手の準備を無駄にしないための仕組みです。この時期の区切りがよく問われる点です。ここからが本来の契約不適合責任です。売買では目的物が金主に引き渡されます。そのものが契約の内容に合わないことがあります。例えば、種類や品質が違っている場合です。約束した数量に足りない場合もあります。こうした場合を契約不適合と言います。この時、買主は元主に責任を負います。これが買主の契約不適合責任です。買主にはいくつかの手段が用意されています。買主が取れる手段は大きく4つあります。1つ目は追関請求です。きちんとしたものを改めて求める手段です。2つ目は代金減額請求です。不適合の分だけ代金を減らすよう求めます。3つ目は損害賠償請求です。生じた損害の賠償を求める手段です。4つ目は契約の解除です。この4つを順に詳しく見ていきましょう。まず、追関請求を詳しく見ます。追関とは契約通りの状態にすることです。方法の一つは目的物の修理を求めることです。あるいは代わりのものを引き渡してもらうことです。数量が足りなければ不足分を求められます。どの方法にするかはまず買い主が選べます。ただし、買主にも一定の言い分があります。買主に不相当な負担がなければ別の方法も取れます。買主はまず直す機会を与えられるわけです。まずはきちんとした履行を求めるのが基本です。
次に代金減額請求です。これは代金を減らすよう求める手段です。原則としていきなりは請求できません。まず、相当の期間を定めて追還を催告します。その期間に追還がなければ減額を求められます。ただし、例外もあります。追還がそもそも見込めないときなどです。その場合は、催告なしで減額を求められます。減額の幅は不適合の程度に応じて決まります。続いて、損害賠償と解除です。この2つは債務不履行の一般ルールによります。まず、損害賠償請求です。不適合で生じた損害の賠償を求められます。ただし、賠償に責めがないときは請求できません。次に、契約の解除です。追還を催告しても治らなければ解除できます。目的が達せられないときは直ちに解除できます。以前学んだ解除のルールと同じ考え方です。ここで大切な注意点があります。一つ、種類や品質の不適合についてです。ガチャン氏は不適合を知ったら早めに動く必要があります。知った時から原則として1年以内に通知します。この通知をただると原則として権利を失います。ただし例外もあります。買主がその不適合を知っていた場合などです。その場合はこの期間の制限はかかりません。通知は責任を問うための大切な入り口となります。細かな期間や要件は最新の教材で確認してください。最後に贈与と交換を確かめます。贈与は無償で財産を相手に与える契約です。与える側だけが義務を負う形見契約です。ここで書面の有無が問題になります。書面によらない贈与は原則として解除できます。ただし、履行の終わった部分は解除できません。書面による贈与は原則として解除できません。交換は金銭以外の財産を互いに移し合う契約です。これらにも売買のルールが準用されます。ここで今日のクイズです。解約手付による解除について正しいのはどれでしょう？ A は相手が着手した後でもいつでも解除できるです。B はこの主は手付を放棄し、買主は売額を提供して解除です。C は手付を渡すと一切解除できなくなるです。少し考えてみてください。正解は B です。蟹主は手付の放棄、買主は売額の提供で解除できます。ただし、相手が履行に着手した後はできません。それでは、今日のまとめです。一つ目は、手付です。特に定めがなければ、解約手付として扱われました。二つ目は、契約不適合責任です。追還請求と代金減額請求がありました。さらに、損害賠償と解除でも対応できました。三つ目は、贈与と交換です。書面によらない贈与は原則解除できるのでした。ここまで売買と契約不適合責任を学びました。手付の仕組みと蟹主の4つの手段を整理しました。贈与や交換の要点も合わせて確認できました。次回は貸借の契約に入っていきます。テーマは賃貸借とその他の典型契約です。敷値や賃車権のルールなどを扱います。今日の売買のルールもしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。